この前ね、日本人の友達に聞かれたの。みつきちゃん、好きな食べ物は何？って。簡単な質問だね。そう思うでしょ？でも私、答えられなかった。好きな食べ物がわからなかったの？違うの。好きな食べ物はわかってる。ラーメンが大好き。じゃあ何で答えられなかった？ラーメンですって言ったら、友達の顔が微妙だった。微妙？何か物足りないみたいな。あ、そうなんだって。会話が続かなかった？全然。すぐに別の話題になっちゃった。それは辛いね。その時はね、何が悪かったのかわからなかった。文法も合ってるし、でも今はわかる？わかる。日本語で好きな食べ物を話すのは、ただ名前を言うだけじゃダメなんだ。もっと深いものがある？そう、ストーリーを伝えないと、感情を伝えないと、なるほど。同じラーメンが好きでも、言い方で全然違う印象になる。日本人が期待してる答え方があるんだね。ある。でもそれを知らなかった私は、何度も失敗した。何度も？ミスタージャパニーズチャンネルへようこそ。私はみつき。健三です。今日は好きな食べ物の話し方について深く探求します。ただの単語じゃない。文化がある。感情がある。みつきの失敗から学んでいこう。さっきの話、続き気になるでしょ？気になる。なんでラーメンですだけじゃダメだったの？それを理解するには、まず基本から始めないと。わかった。じゃあ、日本語で好きな食べ物を聞くとき、なんて言う？好きな食べ物は何ですか？が一番基本。シンプルだね。でも、日本人はこれを会話の入り口として使ってる。入り口？そう。答えを聞きたいんじゃなくて、会話を始めたいの。だからラーメンですだけだと物足りない。まさに、ドアを開けてもらったのに、すぐ閉めちゃった感じ。日本人は会話を続けたかったんだ。ラーメンが好きから始まる話を期待してた。じゃあ、正しい答え方は？これが今日の核心。答え方には、そうがある。そう？第一層。基本の答え。ラーメンです。それは言える。第二層。理由を足す。ラーメンが好きです。温かくて美味しいから。もう会話が膨らむ感じがする。第三層。思い出やストーリーを足す。ストーリー？ラーメンが好きです。初めて日本に来たとき、駅の近くの小さいラーメン屋さんで食べて、あの味が忘れられないんです。わあ、これは会話が弾むね。でしょ？同じラーメンが好きでも全然違う。日本語の会話は情報より感情音を大事にするんだ。そう。何が好きより、なぜ好き、どんな思い出の方が大事。これがさっきの友達が期待してたこと？そう。でも私は第一層で止まっちゃった。わかりやすい例えはある？プレゼントを考えて、プレゼント？友達にこれあげるって箱だけ渡す人と、これね、君が好きな色だから選んだんだって言いながら渡す人。後者の方が嬉しい。でしょ？物は同じでも言葉が違うと受け取り方が変わる。好きな食べ物の話も同じ。同じ。ラーメンっていう箱だけ渡すか、思い出も一緒に渡すか。いい例えだね。これが私が学んだ最初の教訓。答えには、そうがある。基本、理由、ストーリー。この3つを意識すると、会話が自然に続く。でも、最初からストーリーまで言うのは難しくない？難しい。だから私、また失敗した。今度は何があった？聞いてよ。これは本当に恥ずかしい。
教えて。さっきの失敗の後ね、次は完璧に答えようと思った。おお、準備したんだ。めっちゃ準備した。ノートに書いて暗記して。いいじゃん。でね、別の友達に聞かれたの。好きな食べ物はって。チャンス来た。そう思った。それで暗記したのを全部言った。全部？ラーメンが好きです。温かくて美味しいからです。特に味噌ラーメンが好きで、初めて食べたのは新宿で、その時は雨が降っていて、店員さんが優しくて、長い。2分くらい喋った。友達はずっと、ってそれは、困ってた。明らかに何が間違ってたの？会話じゃなくてスピーチになってた。ああ、相手が質問する隙もない。反応する時間もない。キャッチボールじゃなくて、ボールを投げ続けてた。まさに、友達は受け取るだけで疲れちゃった。難しいね。短すぎてもダメ。長すぎてもダメ。そう、ちょうどいいバランスが大事。ところで、聞いてる人の中にも似た経験ある人いると思う。絶対いる。準備しすぎて不自然になった経験。コメントで教えて。暗記したフレーズを全部言っちゃったとか。私みたいに2分スピーチした人いるかな？一言でいいよ。やったことある。だけでも。みんなの失敗談聞きたいな。一人じゃないって思いたい。じゃあ、正しいバランスを見つける方法は？よくある間違い。3つ話すね。さっきの2分スピーチも入ってる？入ってる。その1、全部準備しすぎる。暗記しすぎ。そう、会話は生き物だから台本通りにいかない。準備は大事だけど、柔軟性も大事。相手の反応を見ながら調整しないと。その2は？一度に全部言う。さっきの私だ。そう、情報を小出しにするのが日本語の会話のコツ。小出し？まず基本を言う。ラーメンが好きです。相手が興味を示したら理由を足す。温かくて美味しいから。さらに興味を示したらストーリーを足す。なるほど。相手のペースに合わせる。そう。会話はキャッチボール。相手がボールを投げ返すのを待つ。その3は？これが一番多い間違い。具体性がない。具体性？美味しいから好きだけだとイメージが湧かない。じゃあどういう？スープが濃厚で麺がもちもちしててとか具体的に。ああ、五感で伝える。まさに温かいより湯気が顔にかかる感じの方が伝わる。日本人はそういう表現が好き？大好き。感覚的な言葉。情景が浮かぶ言葉。これは練習が必要だね。必要。でも難しくない。自分の感覚を言葉にするだけ。じゃあ、正しいアプローチは？ 3つのステップがある。教えて。ステップ1。基本の答えを短く言う。一文で。ラーメンが好きです。そう。そして相手の反応を見る。反応？へえ、そうなんだ。どんなラーメン？相手がどう返すか。それで次を決める？そう。ステップ2。相手が興味を示したら理由を一つ足す。一つだけ？一つで十分。スープが好きでとか、冬に食べると幸せでとか。シンプルに。シンプルが一番。そしてまた相手の反応を見る。ステップ3は？相手がもっと聞きたそうなら、ストーリーや思い出を足す。これも短く？ 2、3問で、初めて食べた時感動したんです。くらい。詳細は相手が聞いてきたら？その時に話す。会話は相手と作るもの。一人で作るものじゃない。そう。
これが私が学んだ一番大事なこと。具体的な練習方法はある？ある。今週のチャレンジ。出すね。どんな？自分の好きな食べ物について3つの層を書いてみて。第1層。自本の答え。第2層。理由を1つ。第3層。思い出やストーリー。これをノートに書く。そして鏡の前で練習する。鏡の前？自分の表情を見ながら自然に話せてるか確認する。いい練習法だね。1週間これをやったら絶対上手になる。さっき何度も失敗したって言ったよね。恥ずかしいくらい。一番印象的だった失敗は？これ話すの本当に恥ずかしいんだけど。大丈夫。みんな失敗してるから。わかった。日本に来て3ヶ月目のこと。大学で日本人の友達ができて初めてランチに誘われた。嬉しいね。すごく嬉しかった。でも緊張もした。何を話せばいいかわからない？そう。それで前の日話題をいっぱい準備した。どんな？天気、趣味、週末の予定、全部ノートに書いた。真面目だね。真面目すぎた。それで？ランチの時、友達が聞いたの。みつきちゃん、何が好き？って。メニューを見ながら？そう。普通なら、パスタかなとか言えばいい。でも？私、準備してた答えを言っちゃった。準備してた？好きな食べ物の完璧な答え。ラーメンの話全部。メニューにラーメンがない店で？ない。イタリアンレストラン。それは？友達、困ってた。そうなんだ。でも今日はパスタとピザしかないよ。って。その瞬間気づいた。私、質問の意図を全然わかってなかった。意図？彼女は今ここで何を食べたいかを聞いてた。でもあなたは人生で一番好きな食べ物を答えた。そう。質問と答えがずれてた。その後どうなった？友達は優しくて、ラーメン好きなんだね。今度一緒に食べに行こうって言ってくれた。いい友達だね。本当に。でも私、トイレで泣いた。泣いた？恥ずかしくて。準備したのに空気読めなくて。でもそこから学んだことがあるんでしょ？ある。すごく大事なこと。何？会話は状況で変わるってこと。状況。同じ質問でもレストランで聞かれるのと友達の家で聞かれるのは違う。答え方も変わる。そう。完璧な答えなんてない。その場に合った答えがあるだけ。これは日本語学習者が見落としがちな部分だ。本当に教科書には書いてない。文法が正しくても状況に合ってなければ不自然。まさに。その日から私は状況を読む練習を始めた。どうやって？日本人の会話をよく観察した。同じ質問にどう答えるか場面によって変わる？全然違う。友達同士、先輩後輩、初対面、全部違う。深いね。でもこれがわかると会話が楽になった。完璧じゃなくていい。その場に合ってればいいって。いい教訓だ。恥ずかしい思いしたけど、今はあの経験に感謝してる。失敗から学ぶのが一番強い。本当に忘れられない学びになった。さて、美月の体験から学んだことをまとめよう。今日のポイント3つある。一つ目は、好きな食べ物を話すときは、そうを意識する。基本、理由、ストーリー。でも一度に全部言わない。小出しにする。相手の反応を見ながら、そう。
会話はキャッチボール。二つ目は、具体的な言葉を使う。美味しいより、スープが濃厚。麺がもちもち。湯気が顔にかかる。五感で伝える。イメージが湧く言葉を選ぶ。これだけで会話が生き生きする。三つ目は、これが一番大事。状況を読む。完璧な答えより、その場に合った答え。そう、レストランで聞かれたらメニューの中から選ぶ。友達の家で聞かれたら、相手の得意料理を聞いてから答えてもいい。会話は柔軟に。柔軟に。これが日本語会話の極意。じゃあ今日のベストフレーズ3選いこう。特に覚えてほしい表現ね。一つ目、ラーメンが好きです。温かくて美味しいからです。シンプルな理由の付け方。好きですの後に、からで理由を足す。基本中の基本。二つ目は、スープが濃厚で、麺がもちもちしています。具体的な描写。で、二つの特徴をつなげる。これで表現が豊かになる。三つ目、初めて食べたとき、感動したんです。思い出の伝え方。時と感情を組み合わせる。んですで親しみが出る。この三つ、明日から使ってみて。自分の好きな食べ物で練習してね。今日のスクリプト、全文は、ブログで読めるよ。概要欄のリンクをチェックして、ベストフレーズ3選も漢字付きで載ってる。復習に使ってね。そして、今週のチャレンジ、覚えてる？自分の好きな食べ物について3つの層を書く。基本、理由、ストーリー。やってみたら、やったーってコメントしてね。一言でいいから。あと、質問がある人？好きな食べ物で困った経験ある？足みたいに空気読めなかった話聞きたいな。イタリアンレストランでラーメンの話した人より面白いの待ってる。コメント欄で教えて。次回は、何の話？嫌いな食べ物の話し方。これも難しい。日本では嫌いって直接言わないことが多い。言い方によっては失礼になる。でも言わないと困る状況もある。アレルギーとか。そう、上手な断り方、丁寧な伝え方を教えます。楽しみにしててね。次回も一緒に学びたいなら、チャンネル登録してね。今日の話まとめると、好きな食べ物の話はただの質問じゃない。会話を始める入り口。心を開く鍵。だから大事にしたい。準備も大事。でも柔軟性も大事。完璧じゃなくていい。その場に合ってればいい。失敗してもいい。そこから学べばいい。一緒にいてくれてありがとう。次回まで美味しいもの食べて素敵な会話を楽しんでね。またね。バイバーイ。